はい、どうもめチャンネルです。本日はですね、昨日9月26日に観光庁から発表がありました全国旅行支援の実施についてですね、お話をしていきたいなというふうに思います。めちゃめちゃね、楽しみでございます。まだね、これから概要等をチェックしていこうかなという方もいらっしゃると思いますので、一緒にですね、内容の方を確認しながら、今後の進め方、予約方法等についてですね、お話しできればというふうに思います。初めてね、私のチャンネルご覧になる方につきましては、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報と発信させていただいております。情報のお見逃しがないように、ぜひチャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいてですね、次回の動画もチェックしていただければ嬉しいです。ということでね、早速内容の方入っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、ということでですね、こちらね、国土交通省観光庁のですね、プレスリリースの方にやってまいりました。令和4年9月26日、全国旅行支援の実施についてということでですね、全国旅行支援について令和4年10月11日より実施することを決定したので、お知らせいたしますということでですね、このようにね、ご案内が出てきております。現在実施中のですね、県民割支援の実施期間につきましては、令和4年10月の10日宿泊分、10月11日チェックアウト分までは延長しているという状況でございます。それが終わった翌日からね、開始という形ですね。はい、そしてですね、別紙に記載があります通り、全国を対象とした観光需要喚起策ということで題打っておりまして、国の支援事業としまして、支援水準は以下の通り全国一律とするということで記載がございます。割引率は 40%。割引上限額、交通付き旅行商品、ツアーとかね、パック商品となりますけれども、1泊あたり8000円となっております。上記以外が5000円。これが宿泊のみであったりとか、そういうことになると思います。クーポン券に関しましては、平日はね、3000円付与されます。休日につきましては1000円付与されるということでね、ざっくりなんですけど、これだけね、記載がありますけれども、こちらをですね、もうちょっとね、噛み砕いて説明していきたいと思います。はい、ということでですね、こちら全国旅行支援概要ということでね、私、お手製の資料でございます。全国旅行支援ということで、先ほどね、観光庁のプレスリリースでも記載があった内容をね、入れさせていただいておりますけども、まずですね、全国旅行支援につきましては、旅行代金の割引と地域クーポンを付与する全国を対象とした観光需要喚起策でございます。割引内容につきましては、旅行代金を 40% 割引。1人1泊あたりの上限、交通付きにつきましては8000円、その他は5000円、さらにお土産や飲食店などで使用できる地域クーポンを平日3000円分、休日1000円分を申請いたしますということになっております。実施期間につきましては2022年の10月11日から当面12月下旬まで実施する予定ということになっております。年明け以降につきましては感染状況や需要動向を踏まえて判断するということになっております。そしてね、対象地域につきましては全国が対象となっております。ただしですね、参加を希望しない都道府県がある場合は、その都道府県を目的地とした旅行は対象外となりますのでご注意ください。割引を受けるにあたってはですね、本人確認書類に加えてワクチン接種歴3回接種済み、または PCR 検査等の陰性結果の証明が必要となります。これまではですね、県民割、ブロック割としまして、県内や近隣県を割引支援の対象としておりましたけれども、今回ですね、対象を全国に拡大し、遠方への旅行を促進するというものになっております。予約済みの旅行についてもですね、一応対象とするというふうにしておりますけれども、既存予約の割引適用可否につきましては、都道府県や旅行業者等によってですね、異なる可能性がありますということでございます。ここら辺につきましては、またね、口述させていただきたいと思います。はい。県民割とですね、全国旅行支援で何が変わったのかっていうところでございますけど、まずね、割引率が最大 50% だったのが一律 40%、割引上限額5000円だったのがツアー対象のものにつきましては8000円、その他は5000円。クーポンは最大2000円だったものが、全国旅行支援は平日3000円、休日1000円。対象地域がですね、近隣県だったものが全国に拡充しているということになっております。で、先ほど申し上げた通り、既存の予約も対象とのね、報道もありますけれども、まだね、詳細はこれ、まだ待ちという状況でございます。はい、そしてね、また表にも落とさせていただいております。県民割、ブロック割がこちらの縦列。全国旅行支援につきましては、こちらのね、縦列というふうになっておりますけれども、主にね、大きな変更点というのはこの赤字の部分でございますね。まずね、期間でございますが、県民割、ブロック割につきましては10月10日までというふうになっております。10月の11日からですね、12月下旬予定までにつきましては全国旅行支援ということになっております。で、大きなね、違いとしましては割引率の引き下げですね。旅行代金の割引率につきましては 50% から40% にね、引き下げられているということになっております。そしてですね、
交通事業者を支援するためにですね、こちらツアーだったりとかね、パック商品が対象ということになりますので、交通付きの宿泊が8000円割引という形になります。宿泊のみにつきましては5000円割引ということでですね、こちらの交通事業者に対しましても同時にね、支援を行っていくという方針になっております。そしてね、クーポンにつきましては平日、休日ともに最大2000円分だったものが、平日は3000円、休日は1000円分ということになってまして、これはですね、やっぱり平日の利用促進を行うためにですね、こういうふうに差がね、設けられているということになりますけれども、土日しかね、宿泊できない方に関しましては、ちょっとね、厳しい状況になりますけれども、平日泊まれる方につきましてはね、3000円分のクーポンをいただくことができますんで、だいぶね、大きいんじゃないかなというふうに思います。そしてね、今回の制度変更によってですね、交通付き宿泊商品については、平日1泊あたり最大1万1000円の補助を受けることができるようになってますので、最大補助額が7000円から、ツアーだったりとか交通付き宿泊の方は最大で1万1000円のね、補助を受けることができるという変更点になっております。そしてね、補助対象につきましてですね、支援対象については県民割の開始当初は、居住地の県内旅行に限定しておりましたが、近隣都道府県から近々都道府県に広がっていて、今回ね、ようやく全国に行くという形になっております。条件につきましてはね、以前の県民割と同様にですね、ワクチン接種歴3回、または PCR 検査等の陰性結果等のね、証明書が必要になるというのは変更はありません。はい。ということでね、一応、例としてですね、挙げさせていただきました。こちらですね、リッツ・カールトン東京さん12月10日土曜日1泊ということで、大人2名、子供1名ということで、我が家のね、ケースで例をね、作ってみました。宿泊のみでございます。宿泊料金、12月10日めちゃめちゃ高い。リッツ・カールトンの一番ね、ボトムの料金で、なんとね、15万飛んで258円。これはね、税差込みでございます。これのね、40% で6万103円割引か。っていうふうに考えると思いますけれども、そんな単純ではありません。先ほど申し上げた通りね、1人当たり5000円が上限となりますので、15万258円から6万103円を引いて9万155円の支払いでいいのかっていうことではなくてですね、なんとね、15万258円から1万5000円を引いた13万5258円の支払いがね、必要となります。で、土曜日ということもありますので、クーポンはね、1人当たり1000円ということになります。3人分で3000円のクーポンということになりますので、最大でね、こちらの場合は1万8000円の割引を受けられると言っていいんではないかなというふうに思います。そもそものね、リッツ・カールトンの価格がだいぶ上がっているという状況でございます。そして例にですね、私12月9日にですね、アメリカンエクスプレスさんの貸し切りライトということでですね、ホテルユニバーサルポートにですね、宿泊を予定しておりまして、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行ってこようかなというふうに思っております。12月9日からですね、1泊大人2名、子供1名、宿泊のみということで、宿泊料金がですね、21,600円 ×2 名分ということで、43,200円 ×40% の17,280円が割引になるかとなると違います。ブブーですね。43,200円から17,280円引いた25,920円とはね、ならず、先ほども申し上げた通り、くどいようですけど、1人当たりね、5000円が上限となっておりますので、43,200円から15,000円を引いた28,200円のね、宿泊料金のお支払いが伴うということになります。ただしですね、こちら金曜日なんですが、なんとね、平日扱いとなりますので、クーポンが1人当たり3000円付与されますので、3人分で9000のね、クーポンをいただくことができますので、実質ですね、24,000円分の割引を受けることができると、言っていいんではないかなというふうに思います。このようにですね、1人当たりの上限がね、決まっております。ツアーの場合は8000円。宿泊のみの場合は5000円ということになりますので、これはね、肝に銘じて計算していただければなというふうに思います。はい、そしてね、注意事項をまとめてみました。まずね、1つ目、実施を希望しない都道府県からの申し出があった場合は、当該都道府県を目的地とする旅行を支援対象から除外することが、ね、できるというふうになってますので、ここはね、チェックしていただく必要があるかと思います。そして2つ目にですね、平日休日、除外期間についてですね、休日とはとありまして、土曜日と祝前日の宿泊を休日、平日につきましては上記の休日以外の宿泊を平日ということになっております。ちょっとね、分かりづらいんですけれども、簡単に言ってしまうとですね、土曜日と祝日、そして祝前日がね、休日扱いとなります。上記以外の先ほど申し上げた金曜日、そしてね、日曜日はなんとね、平日扱いとなります。これね、黄色く塗っときました。金曜日、日曜日は平日扱いとなります。クーポンが3000もらえる日となりますので、予約がね、ショットすると、土日よりですね、取りづらくなる可能性もあるんじゃないかなというふうに私は思っております。
で、除外期間に関しましては再繁忙期というね、アナウンスありますので、まだね、分かりませんけれども、クリスマスだったりとか、年末に関しては除外の可能性があります。なので、12月末とせずにですね、12月下旬とね、期限を設けているのは、この部分がね、該当するからなんじゃないかなというふうに勝手ながら思っております。そしてね、3つ目、最低料金の設定についてですね、割引がありますから、当然ですね、宿泊施設が赤字にならないようにね、平日1人当たり5000円だったりとか、休日1人当たり2000円以上のね、宿泊料金が対象とか、ひょっとするともうちょっとね、高い基準で設けられる可能性がありますけれども、現時点では未公表ではありますけど、追ってね、こちらにつきましても発表があるんではないかなというふうに思います。はい、そして4つ目、子ども料金も対象になるのか、そもそもね、子ども料金の設定のないプランはどうなるのか、これね、我が家にとってはもう死活問題ですね。子ども料金を対象となる一応見込みではありますけど、料金の発生しない乳幼児についても旅行代金総額に含まれる可能性があるんですが、まだね、詳細が発表されておりませんので、多分ね、入ってくるんじゃないかなと私は思ってますけれども、詳細につきましては発表後ね、要確認していただく必要がございます。そして5つ目、新幹線や飛行機、バス旅行、高速代も対象になるのかについてですけれども、ツアーやね、パックとなった、交通付きのね、旅行に関しましては対象でありますけれども、新幹線など交通チケットを単体で購入した場合、高速料金などについては割引対象外となります。これはね、ご注意ください。そして6つ目ですね、クーポンをいつもらえるのか、どこで使えるのかということですけど、クーポンにつきましてはね、基本的には宿泊施設のチェックイン時、もしくは旅行会社からね、送付していただく、受け取っていただく形になってくるかと思います。利用できる箇所につきましてはですね、おそらくね、追ってご案内あると思いますけども、旅行先の都道府県内の対象店舗、飲食店とか観光施設などで利用ができるようになってくるんではないかと思います。はい、そして7つ目、既存予約は割引対象となるのかということですけど、観光庁はですね、9月26日時点で予約済みの旅行についても対象とする方針をね、示しておりますけれども、事前予約の割引適用可否につきましては、都道府県や旅行事業者などにより異なる可能性もあります。こちらもね、詳細発表後、要確認というふうにね、していただければいいんじゃないかなと思います。今のところ多分ね、対象じゃないかなと思いますので、私もね、せっせか一応キャンセルができるプランで宿泊ができるね、日につきましては今予約をね、取らせていただいております。皆さんもね、今のうちに予約をね、取っておくことをお勧めしますけれども、先ほどもね、ご紹介させていただいた通り、リッツカールトンなど、だいぶね、価格も上がってきております。はい。頑張って安いプランをね、探してみてはいかがでしょうか。はい、そして最後、8つ目ですね。割引適用条件につきましては、これはね、条件、今までの県民割、ブロック割と変わりはありません。免許証等の本人確認書類に加えて、ワクチン3回接種済証、または陰性結果証明の提示が必要となります。ただね、私、懸念しているのは、子供ですね。例外特例が付与されるのか、ワクチンね、レイ君とか打ってませんので、その場合はどうしたらいいのかっていうところのね、発表をまた追ってね、待ちたいと思っております。はい。で、最後にですね、新たな GoTo トラベルとの比較ということで一応設けさせていただいてます。これはもう参考程度というか余談程度にね、見ていただければいいと思いますけども、もうね、これ県民割が全国拡大したらもはや GoTo トラベルと一緒じゃんっていう感じだと思いますけれども、一応ですね、県民割とは異なる全国を対象とした観光需要喚起策と述べておりまして、全国旅行支援は交通事業者の割引を手厚くすることで遠方への旅行を促進し、旅行需要の分散化を図る内容に設計していることから、県民割を新たな GoTo トラベルに近づけた内容というふうに、こちら観光庁の大臣はね、申し上げておりますので、新たなね、GoTo トラベルとは一応異なるということになっております。何がね、異なるかっていうところにつきましては、GoTo トラベルは政府が主体となって内容などの決定を行いますけれども、県民割は各都道府県が主体となって運用方法等を決定することができるので、より柔軟な対応が可能というところですね。一方、GoTo トラベルにつきましては全国一斉での実施が前提条件であったため、全国から誘致できる一方、大都市圏内で感染拡大があった場合は全国一斉停止を求められるということがね、できたんですけども、全国旅行支援につきましては知事の判断ということになりますので、わざわざね、知事が国に対してですね、止めてくれっていうことをすることなくですね、その県をね、目的地とする旅行を対象外とすることができるということになっております。そこがね、大きな違いかなというふうに思います。使う我々にとってはそんなにね、変わりはね、ないんじゃないかなというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。ということでね、簡単に全国旅行支援の概要につきましてお話、ご説明させていただきました。やっとかっていう感じではありますけれども、正直ね、個人的には割引率は今までのね、初代のね、GoTo トラベルの方が手厚かったかなという印象を持っております。
7万円ぐらいの宿泊料金が4万円切る価格で宿泊できるぐらいのイメージだったんですけど、今回はね、なかなかそうはいかないかなというふうに思っております。で、先ほども申し上げた通り、これはね、いいことなんですけれども、インバウンドのね、需要の拡大がもう今ね、見えている状況でありますし、この全国旅行支援ということでですね、やっぱりね、宿泊者がね、これから動くという見込みもありますので、ホテル側もね、だいぶ宿泊料金が戻ってきております。ホテルによってはですね、GoTo トラベルがね、始まる以前のね、料金帯ぐらいに戻ってきている印象をね、私も受けておりますので、なかなかね、もう安い価格に慣れてしまいましたので、皆さんもね、多分リハビリがね、必要になってくるんじゃないかなというふうに思いますけども、うまくね、安くお得に宿泊できるね、プランを私も探していきたいなというふうに思います。皆さんもですね、感染拡大にはくれぐれもご注意の上ですね、全国旅行支援のね、恩恵も受けながらですね、旅行等を計画してみてはいかがでしょうかということでね、締めくくりたいと思います。いやー、ちょっとね、楽しみな反面、ちょっとね、もうちょっと手厚いプランだったらよかったなっていう個人的なね、願望はありましたけれどもね。はい。ないよりはいいかなと思いますんで、うまく活用していきましょう。ということでね、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL の方貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないようにぜひ、チャンネル登録とこちらのベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。